はい、始まりました。今回は前回赤タンの動画をやりまして大人気かどうかわからないシリーズそう大人気かどうかわかんないでやっていくシリーズの第2弾なんですが再生されてることを祈って第2弾やってるんですけど、はい今日は緑タンになります。なるほど、はいこれから緑タンの逃走者を始める人におすすめの逃走者何体か選んできました。はい、はい一応4体今回は選ばせていただいたんですけど、また4体、これ4体になるんじゃないの結局みたいな空気を感じてますけどまあもっと急に8体とかなったりする、そう急になんかいっぱいおすすめしたいみたいなことになるかもしれないんで、はい、一応何体かって濁しておきますで今日は緑タンをやらさせていただきます。はい、はい、でまず1体目、まず緑タンはもう 100% こいつおすすめですそうですね、はい、間違いない、まず間違いなくこいつはおすすめしようということで、はい、一番のおすすめは原初の上ガルタになります。はい、はい、能力説明させていただきますと、はい、こいつは12マナ1212、めちゃくちゃすごいですねスタッツなんですが、はい、こいつを唱えるためのコストはあなたがコントロールしているクリーチャーのパワーの合計の数少なくなる、はい、ということなんで、例えば55をコントロールしていたら5少なくなって、はい、7マナで唱えられると。そうですね。で例えばマナクリがいて、うん1で5だったら6少なくなるってことですよね、そうですね。なんでいっぱいクリーチャー並んでれば並んでるほど安いコストで唱えられるということになってますので、はい。でこいつ重要なポイントは、はい、軽減する先は、はい、統率者税も含めて軽減されますので。なるほどなるほど、はい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 そうなんですね。はい。だからパワーがなんかでかいクリーチャー、いるじゃないですかマナに対してねはいよくいますよね。いますね代表的なので言いますと不屈の神ロナスみたいな。そうですね。はいこれ3マナで5なんで3マナで5でしかも破壊符のついてるっていうこういうのを入れていただくとそうですね。そういうのを入れていうような形にはなりますね。そうですね。でパワー3章、圧倒的にパワー3章12ですからね。12ですから、はい、パワー3章のカードをはいドローしていただいて、はい、グレートヘンジなんか、はい、ちょっとお高いですが入れていただいていいっすよね。いいっすよねこれ。だってグレートヘンジなら2マナで出てくるからフリースペルですね。2マナで出ますからねなので捉えられますよ。はい、ちょっとお高いんですけども、はい、そんなんで出してって、勝っていく手段っていうのは結局はい、2発殴るしか勝つ手段というのは、はい、基本的には搭載されてないケースがほとんどなんで、はい、だから速攻を持たせるのは結構重要になってきますかね。そうですね。はい、例えば狩猟の統率者スーラクっていう、こいつは4マナ54なんですが、1体速攻を持たせられるんですよね。4以上コントロールしてると、なんで5パワー兼ね備えてる上に速攻1体持たせられるから、かなりこいつは噛み合いいいですよね。そうですね。でここからは想像していただきたいんですけども、またはい、はい、緑のパワーの高いクリーチャー、はい、結構いますよね。いっぱいいますよね。あとこいつは殴ってくデッキなんで、殴りジェネラルとして運用していくんで、殴りジェネラルをやってみたい方ははい、ちょっとかなりおすすめになってますので、はい、こいつやってみてはどうでしょうかという形になります。で次の逃走者いきます。次はこれの1個前の動画で実は紹介されてるんですが、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけども、巨大な略奪者ボリンクレックス、こいつは結構おすすめでして、動画を見ていただきたいんですが、一応能力説明させていただきますと、6マナ66で、トランプル速攻です。あなたがパーマネントやプレイヤーの上にカウンターを1個以上置くなら、代わりにその2倍のカウンターを置く、で対戦相手がカウンターを置く場合は半分になる、ということですよね。なんでこの能力が魅力的だなと思いましておすすめさせていただきたいなと思うんですが、能力をカウンター例えば置く能力ですと、そうですね。結局、自分自身に大量のカウンターを置いてて、っていうデッキになるんで、なるでしょうね。オドリスとかは相性のいいカード相性いいですよね。になります。移せて、死んじゃったやつのカウンターがこいつに移せて、でその時点で2倍になって
元へ戻す時も2倍になるっていうよくわからないけどオードレスとかいいですよね、例えば、プレインズウォーカーのカウンターが2倍乗るんで、原初の狩人ガラクみたいなんでドローしちゃったりしてもいいですよね。そうですね。でフィニッシュは例えば結局、ボリンで殴って勝つ、あるいは、唱えたクリーチャーで殴って勝つ、っていうことにはなるんで、緑のドミですとかですよね。とかでフィニッシュすると殴って勝つという形になりますかね。ここからは恒例の想像していただきたいんですけども、カウンターを乗っける呪文たくさんありますよね。ありますね。もちろんカウンター自体を乗っける効果を持っているクリーチャー呪文たくさんありますし、カウンターが乗っていることによってメリットを得られる呪文っていうのもたくさんあります。なるほど。楽しそうですね。夢膨らみますね。そうですね。プレインズウォーカー型の場合もね、奥義好きなの使えますよ。そうですね。すごく奥義なんで。なんでプレインズウォーカー追加されて、カウンター追加されれば、その分楽しめますので、こいつもおすすめになってます。で次の登場していきたいんですけど、野生の心セルバラ、これが次おすすめになってまして、まず能力説明させていただきますと、3マナ23です。他のクリーチャーが1体戦場に出るたび、そのパワーがそれ以外の各クリーチャーのパワーよりも大きいなら、それのコントローラーはカードを1枚引いてもいい。これみんななんですよね。場に出てるクリーチャーで一番大きかったら。で1マナタップであなたをマナプールに望む色の組み合わせのマナを X で加える。X はあなたがコントロールするクリーチャーの中の最大のパワーに等しい。簡単に説明しますと、このセルバラからパワー分のマナが出ますので、つなぎとして5、6ぐらいのクリーチャーは多分出すことにはなる構成になると思うんですけど、とにかくマナは伸びますと。どんどん伸びてきますよね。どんどん伸びていきますと。クリーチャー出していけば。そうですね。なのでクソデカ呪文が使えますと。そこからね。なぜかエルドラージが出てきちゃう。裏モグとか出てきちゃうんですよ。あとコジェックとか出てきちゃうんですよ。出しちゃって。出しちゃうんですよ。そしたらドローもできちゃうっていう。そう、ドローもできちゃう。でその結果、セルバラからそのエルドラージ山中のパワー分のマナが出ることになります。やばいですね。やばいですね。さらにマナが出ると。さらにマナが出ます。なのでアンタップする効果。アンタップする効果なので、なんかがあると、なんか一旦にエルドラージ3体出てきちゃったみたいなことは普通に起きます。おお、やばいですね。怖いですね。アンタップする効果って例えばクイリオンレンジャーみたいなやつですね。で勝ち筋、こいつに関する無限マナみたいなことってできないのかなと思ったんですけど、例えば何かありますか？こいつ結局たくさんマナ出るんで、ディムールの剣士とか使って、一旦に1回だけアンタップできるよみたいな、効果を持ってるクリーチャー、例えばワイヤーウッドの強制中みたいなやつですけど、を出し入れすると無限マナになります。なるほど。無限マナになって、あとはなんとかしてくれと。なんならそれでその状態でウラモグいるなら、なるほど。ウラモグ無限キャストになって、無限ドローになってみたいなことが起きます。なるほどなるほど。そんな感じで想像していただいて、分かると思うんですが、とにかくあらゆる緑のファッティのクリーチャー全部詰め込めます。なんならこいつはクリーチャーじゃなくてもクソデカ呪文でも使えます。やばいですね。緑のあらゆる呪文が、でかい呪文が、全て使えてしまうという。そうですね。やばいですね。かなりおすすめですよね。そうですね。緑のでかい呪文収録されるたびにこいつ喚起しますからね。例えばだってさっきの言ってた緑ドミヌスとかだと確かにパワー2倍になっちゃうんですよ。やばいですね。おすすめになってます。次の逃走者いきましょうかね。ちょっと面白どころも一体紹介しとこうかなということになりまして、ゼンクなんでエーブっていうなんか変な逃走者なんですが、変なっていうとちょっと怒られちゃうかもしれないんですけど、ちょっと特殊な能力を持ってまして、能力まず説明させていただきますと、5マナの22のクリーチャーで、なんとこいつストームを持ってます。どういうことみたいな。多分ね、逃走者指定できるやつでストーム持ってるやつこいつしかいないんじゃないかな。やばいですよね。ストーム持ってる逃走者ですよ。でこいつが
トークンであるならこれは伝説ではないよくわからないストーム分出てくるからそうですよね、本体以外はトークンだよっていうことなんよ。そうですね、まあ伝説には困りますからね。そう、死んじゃうだけなんで、でこいつはこれ以外であなたがコントロールしているウーズの数に等しい数の11カウンターが置かれた状態で戦場に出る。ちょっと説明お願いします1体目は22ですと、はい、2体目は33です、はい、3体目は44ですという形で、はい、1個ずつ要はストーム数が大きくなれば大きくなるほど出てくるトークンのサイズが上がっていくんですね。ということは本体が一番カウンターが一番でかい、ですよね、一番大きい、最後に解決される。ああそうですね、はい、でまあとりあえずストームを稼いでいただいて、ストーム稼ぐしはまあ考えていただいてまあいろいろあると思う、いろいろあると思うんで、はい、でまあ例えば新進がこいつ3じゃないですか。そうなんですよストームで出てきた A 部の分はい新進がかける3の新進が得られるということでですね、はい、例えばケーラメトラの実際みたいな、はい、新進分マナが出るみたいな、そうですね、まあ、ちょっとお高いですがニックスの祭典ニクソスみたいな、はい、カードでそういう新進分マナが出せれば結構マナジャンプアップできますよね。そうですね、はい、まあ、普通に10マナ以上出ると思います、はい、でそのマナを使いまして、はい、マナをドローに変換すると、はい、いうのがセオリーになってきますので、はい、生命の遺産、例えば生命の遺産ですよね。なんかいいですよね、はい、この生命の遺産がいいところは結局一番でかい本体が避けられることになるんで。なるほどなるほど、はい、これ本体どうでもいいんですよ。だから本体はもう一回ストームしたいから本体サクってドローして、そうですね、はい、っていう形がいいんじゃないかっていうことですね。そうですね、はい、でまあ最終的なフィニッシュ手段としましてはこれ食物連鎖と1万円コンボと。なるほど、確かに食物連鎖すれば、はい、なんかトークンサクると6マナ出るんででストームついてるから絶対増えるのよ。なるほどなるほど1万円コンボじゃないですかそうですよ、ゴリゴリの、なんか食物連鎖のお供のクリーチャーも必要かと思いきや、それもいらないと。いらない食物連鎖1万円コンボだと。そうですね、そうやばいですね。サーチはどうやってできないですよ。できないですねできないんですよそりゃ緑ですから。で一応速攻を持たせるようなカードっていうのは、長安中心みたいなカードは必要ですよね。それはそのままフィニッシュできます。はい、はい、でまあここからは想像していただくという形ではないんですが、はい、何がいいかっていうおすすめかっていうのを言いますと、ストーム系の、チェイン系のデッキになってきますんで、そういうのをやってみたいなっていう、単色なんてそんなに高くはないじゃないですか。そうですね。なんでちょっとお試しとしてストームチェイン系をやるんだったら、こいつは結構おすすめになります。あんまり有名どころじゃないんで。なるほどなるほど、有名どころじゃないから相手も知らないから、はい、びっくりすると思います。かなりネタとして面白いじゃんって言われることもあるってことですね。そうですね、はい、なんでまあちょっとおすすめじゃないかなという感じになります。で一応まあそんな感じで4体おすすめの緑炭の登録者紹介してったんですけど、はい、大丈夫ですかね。いやちょっと心配なんですけどまあ緑炭好きな方はこいついるじゃんっていう緑炭のね登録者ね、私紹介した中で、こんなカードもいいじゃんっていうのがあったら、そうですね、コメントいただけたら嬉しいんでお願いしますという形になります。あと、チャンネル登録なんとかお願いしますということで、今回の動画は以上になります。はい、おしまい。